加生治と言います。からくり箱を作って、もうだいたい10年ぐらいになりますね。職人になったきっかけはですね、もともと音楽なんかが好きで、なんか手作りの楽器だったりとか、木で何かを作っていきたいっていうのがあって、でからくり箱にたどり着きました。からくりっていうとからくり人形みたいな、なんか仕掛けがあって動くようなものを想像される方多いと思うんですけど、からくり箱っていうのはいろんな形をした箱があるんですけど、引き出しがあったりして開きませんっていう箱ですね。どこかが箱になってそこが開かないようになってるんです。で、動くところがあってそこに仕掛けが隠されてるんですね。その仕掛けを解いて開けるという箱です。中に何かしまうというよりも開ける過程を楽しまれているという感じですね。こういうのは引き出しがあるからわかるんですけど、サメの形なんかだとこれ一体どこが箱なのっていうような箱もあります。これもどこかに箱が隠されているんで、それを見つけるのがまたちょっと難しかったりとか、そういうところがからくり箱の楽しさです。これはスカイスクレーパーズっていう箱で、ビル群が、箱の上にこう乗っているという感じです。天板に何か黒い何か模様が入っていると。でここに引き出しがついている。でここにもなんかボタンらしきものがついている。でこの箱に何が隠されているかというと、からくり箱ってどこかスライドしたりとか動かす動きに仕掛けが隠れているというものが多いんですが、これは人間の視点ですねが鍵になっているという箱です。ビルが箱の上に並んで立っているっていうのはもう目に見えてわかると思うんですけど、この模様が何なのかを見て想像つく方はいると思うんですけど、これビルの影なんですね。なのでこの影がヒントになってるんです。まず一つの手がかりとして、ここにカチンと今なりましたね。カチッと止まるところがあります。でよく見るとここに入り口みたいなのを作っていて、これがだいたい地面のところに来たら正しい位置だよっていうなんかストーリーを作ってます。このビルを基準に他のビルを合わせていきます。この影とこのビルがこう見た時にぴったり合う位置を探すんです。この箱の角度も大事ですし、この箱と自分の目との距離も重要になってきます。でこの影がぴったり合うところを見つけてあげるんです。で今ここの影を合わせて他の部分の影があるので、それも他のビルを調整しながら合わせていくんです。この合わせる時にこの自分の目と箱との間の距離と角度をそのままにして合わせていくのがコツです。せるようになりますと。で開きますと。最初にこれを作る時にどうやって作ったかというと、影と視覚的な焦点を合わせてビルの高さを合わせていこうということを思いついたんですね。多分このビルの高さを決めてしまえばここのボタンが押せます。で押せるようになったら引き出しを開けるというのはからくり箱の中では割と簡単な仕掛けでできてしまうんですが、例えば1本のものがあるところで合わせるとここが押せますっていうのは、すごいシンプルに簡単なんですけど、5本全部が、それぞれの所定の高さに合っていないとここが押せないという仕掛けにするとちょっと難易度が上がります。で、その影をヒントにしたいというところでどうやって作ろうかと
考えたんです。最初にビルの高さをどの高さの組み合わせで合うかを決めました。もうこの高さに揃えたらボタンが押せるようにしようと。まずその仕掛けはできるなと。まず設計しました。そこまではからくり箱の設計としてはうまくいくんですね。さあ今度はこの影をデザインしなくてはいけないというところで、ここが一番大変なところでした。実際ですね、他の開け方もあって、例えばこう暗いところでライト当てると影ができるんです。その影が合うところでビルを合わせてあげても開きます。後ろからこうやって見るのと同じことで開くんですが、なかなか大変です。それは真っ暗にしなきゃいけなくて一点からライトを当てなきゃいけないと。それを実際この天板の影をデザインするときに暗い部屋でやってみました。実際にこの高さにビルを合わせて真っ暗にしてでライトを当ててこの影を作ってみたんですね。でおそらくね、頭のいい人はこの高さでこの箱がどの角度だとどういう影になるかをちゃんとデザインできる人もいると思うんです。この角度を計算したりとかして。ただね、僕にはそれができなかったのでどうしたかというと、実際にこう影を映し出してその角の点を鉛筆でちょんちょんとこう実際地道に見ながら点を打っていったんですね。こうやって。でその点を実際にこう定規で線を引いてこの影を描いてみて、あとはこうやって焦点合わせてぴったりの影を自分で地道に描いて作りました。であとはもうそれを寸法を測って図面に落とし込んでいったんですけど、そういう地道な努力で出来上がっています。でこの影のデザインがずれているとこのビルの高さも合わせられなくなってしまうので、開けれない箱になってしまう。この箱を作る上ではこの影作りが一番大変でしたね。ここが工場なんですけど、ここでからくり箱を作っています。ここがですね、材料を置いてあるところで、からくり箱を作るにはいろんな木材使います。材料によって木の色味、黒っぽい木だったりとか茶色い木だったり白い木だったり、また赤い木なんかもありますね。使う材料を板の状態にして、干しておきます。乾燥をかけるということが大事で、こうやって空気が入るようにして干しておくんですけど、こっちにあるのがこの大きな箱が何かというと、この中が乾燥室になっていて、この中をヒーターを使って温度を上げて中で材料を乾燥させます。ここが工場の中で、これがさっき外にあったような乾燥させた材料を決まった厚みに整えて、今度はこのサイズを切っていく。で例えばこの波紋の箱を作った時なんですけど、この箱って上の部分がカチカチっと動くんですね。この半円の模様がこうずっとつながるような形で動くんですけど、これ仕掛けを解いていくと最終的にゴールに行くとこういう綺麗な丸の模様が合わさる瞬間があるんですね。これ最初の段階ではもう頭の中でこういう風にしたらこうなるんじゃないかなというのを想像してはいるんですけど、やっぱり試作してみて動かしてみてちゃんとものになるかどうかは、完成するまでちょっと分からなくって、実際動かしてみてやったできたという瞬間がやっぱり一番楽しいですかね。思い通りにできたなという瞬間が、何とも言えない楽しさがあります。からくり箱っていろんな種類があって、
例えば動かす回数が、千何百回とか動かさなきゃいけないものすごく複雑な箱もありますし、ある規則が決まっててそれ通りに動かしていかなきゃいけなかったりとか、すごいもうメカニックな感じのちょっと複雑な箱もたくさんあります。ただ僕が作ってるのはその中でも割と仕掛けは全部シンプルで簡単だと思います。例えばバスが走るような感じだったりとか、こういうロボットだったりとかテレビだったりとか、何かの形をしているものが多いですね。例えばこのダックスの形をした箱です。ここに切れ目が入っています。ここが見るからに怪しいですよね。でここがどうにか動くんじゃないかと思って触っていると、上にずらすとこの板の部分がスライドするんですね。スライドしたところで、次の動くところがあります。順番に動かしていかなきゃ動かないんですけど、これを上に動かしたところでここはまだ動きません。実はお尻ですね。後ろの部分がビヨーンと開きます。ダックスなんでちょっと長い犬がさらに長くなりますみたいなのをちょっと表現したくって作った箱です。でまだこれで終わりではありません。もっと長くなるんですね。で実はもう一つ引き出しがあって、次この頭のところも動くようになってるんですけど、この最初にスライドした板を戻すんですけど、これが開いていると今度は下にもスライドするようになるんですね。これを下に動かしたところで今度頭がビヨーンと出てきて、こんな長いダックスになっちゃうよという箱です。最初はどうやって開けるのか悩んで楽しんでいただけると思うんです。ただ開けてしまった後もまたその答えは分かっていてもその動きを楽しんでもらったりとかすると嬉しいですね。何度も開けて何度も味わっていただけるような作品を目指しています。あとは開け方が分かったところでまた違う人に何も知らない人に見せてあげたりとかですねすることで持っている方もその楽しみが広がると思いますので、自分が楽しんだ後はちょっと他の人にも見せてあげたくなるような作品を今後も作っていけたら嬉しいです。今もそうなんですけど、まだやったことのない形を常に作ろうとしているので、他にない発想で開く箱、まだ出ていないようなアイデアを思いついて形にできればいいなと思っています。ですがなかなかもうからくり箱を作っている先輩方もいっぱいいるので、その中で、新しいアイデアを生み出すってものすごい難しいことです。でもそこに挑戦することに喜びがあるので、今まで作ってきたようなものからはまた全然違うような作品を作っていけたらいいなと思います。今そのからくり創作研究会って言って、からくり箱を作っているメンバーで集まって作ってるんですけど、若い人たちもどんどん入ってきていて、今まで作られてきたものよりももっと新しい斬新なアイデアで今まで思ってもなかったようなものがどんどん出来上がっていくと思うんですね。そうやってみんなでやってれば今までなかったような面白い作品がたくさんできてくれば、もっといろんな人に見てもらえる機会が増えて広がっていくんだと思います。そうやっていろんな人を楽しませていけたらいいなと思っています。はい。